旅行に持っていくのはこれ1本でいいっていうテーマで話をしていきます。どうも皆さんこんにちは。今日は富士フィルムのレンズの話で、旅行に持っていくのはこれ1本でいいっていうテーマで話をしていきます。ちょっと前に撮影旅行動画アップしたんですけど、ご覧いただきましたでしょうか。その中で続編も作りますって言ってたんですけど、その後ご依頼いただいた動画を作る作業が続いてて、全然ね旅行動画の続編作ってる時間がなくなっちゃってます。というわけで今日はちょっとね撮ってきた写真のシェアもしたいので、動画の前半で持っていったレンズの話をして、動画の後半のところにそのレンズを使って撮った写真を入れておくので、よかったら最後まで見てください。今回の旅行なんですけど、撮影だけのために行ってた旅行ではなくて、他に全くね別のメインの目的があって行っていたので、そっちに関する荷物がねとにかく多かったんですよ。もう大きいスーツケースに換算して4個とか、それ以上の荷物でほぼ家出みたいなね量の荷物だったので、カメラ機材できるだけ少なくしたかったってことで、レンズね1本に絞りました。1本だけとなるとやっぱ万能に使えるズームレンズがいいなと思って、今回の旅のためにズームレンズ買い替えました。それがこちらXF16mm80mmF4 です。35mm 換算で約 24mm から 120mm までカバーできて F4 投資ってことで、これがね最適なんじゃないかなと思ってこれにしました。これを買うまでは標準ズームレンズはもっとコンパクトな XF18mm、55mm を使ってました。それも気に入ってはいたんですけれども、やっぱりちょっとね 55mm だとなんかちょっと足りないなっていうシーンもあったので、今回の旅行を機会にこれに買い替えました。その結果旅先でこれを使用してて、初日から撮影しながらもうこれに買い替えてよかったってね何度も独り言で言ってたぐらい重宝しました。私の場合ストリートスナップが中心なので、この 24mm120mm っていうレンジがちょうどいいです。でここのところずっとインスタグラムにこのレンズで撮った旅写真をアップしてるんですけど、そこにこのレンズに関する質問をいただきました。まず一つ、 F4 だと明るさ足りなくないですかっていう質問。それから最近単焦点レンズ使ってなくてズームレンズ多いですけどなんでですかっていう質問でした。今からちょっとねそれに関する話をしていきます。ストリート写真、ストリートスナップといえば単焦点レンズみたいなイメージあるじゃないですか。他の人もねそう思ってるかどうかわからないですけど、私的にはねそういうイメージを持っていたので、そのイメージに従うっていう感じで、私もストリートスナップには単焦点レンズばっかり使ってて、カメラの設定もマニュアルでみたいな使い方をしてたんですけど、この数年、だんだんと自分の写真の好みとか撮り方自体も変わってきて、どうしても明るいレンズじゃないと嫌だとか、そういうこだわりみたいなのが今あんまりない状態なんですよ。ただその好みもコロコロ変わるので、そのうちまたすぐにね好み変わるかもわからないんですけど、どうしてそのこだわりがなくなったのかっていうと、この話はねストリートスナップ撮影っていうジャンル限定での話になるんですけど、まずここ数年レンズを絞って使う機会が多くて、特に広角のストリートスナップの場合は後で EXIF 情報を確認してみると、日中の撮影であればだいたいいつもF5.6 とか8とか、それ以上とかで撮っていることが多いです。以前はマニュアルで ISO、シャッタースピード、F 値全部自分で決めてシャッターを押してたんですけど、最近はねプログラムオートとかシャッタースピード優先モードを使って自分は露出補正だけするっていう使い方をすることが多いんですけど、結果的に 5.6 以上絞って使うなら単焦点レンズじゃなくてもいいかって思いました。であと F4 を暗いと感じるかってとこなんですけど、それもねもちろん何を撮るのかにもよるんですけど、ストリートスナップに限った話で言うと ISO を上げた際に出る粒子感、粒状感、グレインとかノイズとかも言いますよね。それをネガティブに捉えなくなったっていうのがあります。以前は何を撮るにも画像はツルツルのノイズなしがいいぐらいに思ってたんですけど、最近は綺麗な粒子感であればあっていいと思うし、なんならあえて ISO を高く設定
影してその粒子感をわざと出してみるっていうこともするぐらいなので、ノイズに対してポジティブなイメージを持ってます。暗いところで ISO を上げることになってノイズが出たとしても、それはそれでいいなって思います。いい粒子感が出てると雰囲気が出ていいかもぐらいな感じです。なので F4 が暗いかって聞かれたらね、もちろん決して明るくはないんですけど、私の用途では特に不便を感じてないです。ちなみに私が使ってるのは XT3 なんですけど、このね XT3 の粒子感、私はね綺麗だなと思ってます。あと旅行から帰ってきてからもね、このレンズほぼつけっぱなしにしてあって、ストリート以外でも使ってます。室内で製品の物撮りをするのによく使ってます。物撮りの際にはしっかり絞って製品の全体像とかディテールをくっきり写すことが多いので、写真撮影ではストロボ、動画撮影では定常光を併用することが多いです。なので特に F4 だから不便とかいうのはないです。でスペック的な話をすると、これね 440g なんですよ。前は旅行行くとなると単焦点レンズ 16mm、23mm、35mm、56mm、あとねズームレンズも持っていこうかなとか、28mm もすごく小さいからこれも持っていこうとかね、ついつい何本も持って行ってたんですよ。今は結局絞って使うなら F4 ズーム1本でいいんじゃないかなっていうところに落ち着いてます。で実際今回の旅で使い倒してみて何も物足りなさを感じなかったので、しばらくはね旅行行くときはこのズームレンズ1本でいいかなって今は思っています。あとこれ防塵防滴、 AF のモーター駆動音が静か、あと手ブレ補正が効くっていう機能面でもね使い勝手がいいです。今回も旅先で海辺に行った時に強い風が吹いてて、ビーチの砂とか潮風が飛び散らかってる状態だったんですけど、防塵防滴なので後でしっかり水拭きすればいいわぐらいな感じで、特にビビることなく撮影してました。あとね動画撮影している時も AF のノイズが気になることもなくて快適でした。あと望遠側で手持ち撮影する時もしっかりね手ブレ補正が効いているので、意図せずブレるっていうこともなくてね、本当ね前期の早速満喫しました。ちなみに今は富士フィルムのレンズの話をしているので、今回の旅にこれ1本だけ持ってったみたいに聞こえちゃうんですけど、実はね XT3 の他にもライカ Q2 とルミックス LX100M2 と GoPro と、あとね小さいストロボとか三脚とか他にもアクセサリー類含めてね結構機材いろいろ持っていったので、全部合わせると結局カメラバックパック1個パンパンになるぐらいの荷物にはなってました。カメラ持っていくとなるとね、結局その他の周辺機材も持っていくことになるので、どうしても荷物は増えちゃいますね。でこの後このレンズで撮った写真ねいくつか入れておくので、よかったら見てみてください。ここに入れておくのはポルトで撮った写真なんですけど、まだねこの他にもリスボンとかローマで撮った写真もあるので、またそれインスタグラムの方にアップしておきます。ということで今日は以上です。また次回の動画で会いましょう。さよなら。